アムステルダムの物語は、およそ13世紀、アムステル川の河口に築かれた素朴なダムという構造にその名を由来します。この地に最初に築かれた小さな堤防と水門は、北海から押し寄せる高潮から肥沃な土地を守り、同時に内陸への水上交通を制御する戦略的な要衝としての役割を担いました。冷淡の湿地帯に何千本もの堅固な杭を打ち込み、その上に重厚な建物を築くという独創的な工法は、自然の猛威に対する畏敬の念と、それを乗り越えようとする人間の悪なき創意工夫の象徴です。この都市がその形成期から、いかに実用主義と革新性を重んじてきたかを雄弁に物語るこの土木技術は、単なる生存戦略に止まらず、将来的な発展への希望を具体的に形にしました。当初、住民は豊かな漁業資源を糧に自給自足の生活を営んでいましたが、川とダムがもたらす地理的利点は、やがて彼らを広範な商業活動へと誘うこととなります。水との戦いと共存の中で培われた共同体としての結束と実践的な精神は、アムステルダムという都市の揺るぎない礎となったのです。中世のアムステルダムは、ドイツ北部に広がるハンザ同盟の広大な交易ネットワークの末端に位置しながらも、遠く離れたバルト海貿易の豊かな恩恵を享受し、独自の発展を遂げました。特に、高栄養価のニシンを長期保存可能にする画期的な塩漬け技術は、ヨーロッパ各地への輸出を可能にし、都市経済に莫大な富をもたらしました。当時のニシンは、キリスト教の時日における重要な食料源であり、その需要は計り知れませんでした。これに加え、ビール醸造業や繊維産業といった地域に根ざした地場産業は、都市の経済基盤を着実に強化しました。この時期、アムステルダムは神聖ローマ帝国から徐々に自治権を確立し、独自の法体系と統治機構を持つ都市共同体へと成長していきます。市民による市政運営の基礎が盤石に築かれる中で、外部からの政治的、宗教的な干渉よりも、市民自身の生活の安寧と経済的利益を最優先する姿勢が醸成されました。この自治の精神こそが、後にアムステルダムを象徴する自由主義的な思想が芽生える肥沃な温床となります。都市の商業的成功は、この独立した精神と切っても切り離せない形で深く結びついていました。自己決定と実利を重んじる気風は、すでにこの時代から都市の DNA に深く刻み込まれていたと言えるでしょう。16世紀に入ると、マルティン・ルターの宗教改革の嵐がヨーロッパ全土を席巻し、各地で血生臭い宗教戦争が勃発します。しかし、アムステルダムは驚くほど寛容な姿勢を保ち、その独自性を際立たせました。特に、スペイン、ハプスブルク家による苛烈な支配とカトリック優位からの独立を目指す80年戦争、1568年から1648年においては、新教徒であるカルバン派が多数を占めるようになるものの、他の宗派や信仰を持つ人々に対する迫害は最小限に抑えられたのです。例えば、旧教徒であるカトリック教徒も、公然とした教会活動は制限されつつも、個人礼拝や秘密の教会、つまりシュイルケル県での集会は黙認されました。これは、経済活動の活発化を優先し、宗教対立による混乱を避けるという、都市の実用主義的な判断でもありました。この類まれな寛容性が最も厳しく試され、そして決定的な転換点となったのは、1585年にネーデルラント経済の中心地であったアントウェルペンがスペイン軍によって陥落した際です。この悲劇的な出来事により、多くの熟練した商人、卓越した職人、そして先鋭的な知識人が新天地を求めてアムステルダムへと殺到しました。彼らは単なる避難民ではなく、豊富な資本、先進的な技術、貴重な知識、そして国際的なビジネスネットワークを携えて都市に新たな活力を注入したのです。アントウェルペン陥落からわずか数年で、アムステルダムの人口は倍増し、商業活動の規模は飛躍的に拡大しました。この大規模な流入は、単なる人口増加以上の意味を持ち、多様な文化と思想が交錯し、
相互に影響し合うダイナミックな場としての都市の性格を形成していきました。特にポルトガルの宗教裁判所による迫害から逃れてきた豊かなセファルディム系ユダヤ人コミュニティはアムステルダムに安住の地を見つけ、その才能を存分に発揮しました。彼らは熟練した金融手腕、地中海貿易で培われた国際的なビジネス経験、そして高度なダイヤモンド加工技術といった分野で都市の経済発展に不可欠な貢献を果たしました。彼らは公然とシナゴーグを建て、自らの信仰と文化を堂々と守りながら都市経済に深く貢献する姿は、当時の排他的なヨーロッパにおいていかに画期的な寛容性であったかを物語ります。ユダヤ人コミュニティの存在は、アムステルダムが宗教的寛容を実践する稀有な都市であることを国内外に広く示し、さらに多くの移民を呼び込む強力な要因ともなりました。このような多様な信仰と文化を持つ人々が、排他的ではなく共存し、相互に協力し合う環境は、アムステルダムが単なる商業都市にとまらず、知的、文化的な拠点へと発展していくための肥沃な土壌となったのです。異文化間の交流から生まれる新しい視点や技術革新は、都市の活力を一層高め、後の黄金時代の輝きを予見させました。この初期の段階から、アムステルダムの都市構造は、緻密な運河網と堅固な防衛施設によって明確に特徴づけられました。既存の運河は、単なる交通路としてだけでなく、効率的な排水路としても機能し、当時の都市衛生状態の維持に貢献しました。狭い間隔で計画的に建てられた家屋群は、当時の人口密度の高さと、限られた土地を最大限に活用する効率性を雄弁に物語っています。都市の外縁部には厚い防壁が築かれ、外部からの脅威に対して市民の生命と財産を厳重に守る役割を果たしました。しかし、これらの物理的な防御以上に、都市の自由な空気と活発な商業的ダイナミズムこそが、アムステルダムを世界中の人々にとって魅力的な避難先としていたのです。市民たちは、自らの手で汗水流して築き上げた都市が、外部のいかなる権力や教義によっても束縛されることを決して望みませんでした。彼らは、個人の自由な経済活動と、何よりも信仰の自由こそが、都市の永続的な繁栄と平和を保障する絶対的な条件であると信じていました。この揺るぎない信念は、後に、黄金時代と呼ばれる絶頂期において、アムステルダムを世界経済と文化の中心へと力強く押し上げる原動力となります。この時代の自由主義は、現代のそれとは異なる文脈で理解されるべきですが、その根底には、個人が自らの才覚と勤勉な努力によって富を築き、いかなる信仰をも自由に選択できるという普遍的な価値観が脈々と存在しました。政府の役割は、商業活動の円滑化と市民の安全保障に限定され、個人の生活や思想に過度に介入することは極めて慎重でした。このような都市の気風は、あらゆる分野の才能ある人々や莫大な資本を引きつけ、アムステルダムの都市発展に不可欠な要素となったのです。都市は単なる交易の場ではなく、多様な人々が共存し、新しいアイデアが次々と生まれる、自由な空間としての性格を確立し始めていました。17世紀、アムステルダムはまさに世界の中心として比類なき輝きを放ちました。この時代は後世に、オランダ黄金時代と称され、都市は前例のない経済的繁栄を享受し、その根底にあった自由主義的な精神は一層進化し、都市の物理的な発展にも顕著な影響を与えました。オランダ東インド会社、つまり VOC とオランダ西インド会社、つまり WIC という二大貿易会社は、アムステルダムを揺るぎない拠点として世界の7つの海を股にかけ、アジア、アフリカ、アメリカ大陸との交易を独占的に展開しました。VOC はインド洋の島々から胡椒、ナツメグ、クローブ、シナモンといった貴重な香辛料をヨーロッパ市場に供給し、その独占的な貿易によって莫大な富を築き上げたのです。香辛料は当時のヨーロッパの食文化を根底から変革し、富裕層の食卓を彩るだけでなく、保存料としても重宝されたため、
VOC は瞬く間にヨーロッパで最も強力な商業組織としての地位を確立しました。それは単なる企業体ではなく、独自の軍事力や植民地行政能力をも持ち合わせ、実質的に独立した国家に匹敵するほどの絶大な影響力を有していました。VOC はアジア各地に商館を設置し、条約締結や軍事行動を通じて現地の政治、経済に深く介入したのです。さらに WIC は、大西洋貿易への進出を目的として設立され、アフリカから奴隷をカリブ海やアメリカ大陸のプランテーションに輸送し、そこから砂糖、タバコ、貴金属といった商品をヨーロッパに持ち込むという、いわゆる三角貿易にも手を広げました。アムステルダムは、世界各地から集まる貴重な商品、芳醇な香辛料、色鮮やかな織物、そして最先端の知識の集積地となり、その莫大な富は市民の生活を豊かにしただけでなく、壮麗な公共建築物やレンブラントやフェルメールに代表される芸術文化の目覚ましい発展を力強く後押ししたのです。この未曾有の商業的繁栄の堅固な基盤を支えたのは、当時世界で最も先進的であった金融システムでした。当時のヨーロッパでは、各都市や国家が発行する多したような通貨が乱立し、商業取引における信頼性と効率性は低い状態にありました。しかし、1609年に設立されたアムステルダム銀行は、世界のどこから持ち込まれた金貨や銀貨も正確な価値で評価し、標準化された信用通貨である銀行グルデンへと変換することで、商取引の信頼性を飛躍的に高めました。この銀行グルデンは、重量や純度の不確実な実物貨幣に代わる、普遍的な価値を持つ決済手段として機能したのです。これは事実上、世界初の本格的な中央銀行として機能し、商人は安全かつ安定した通貨供給の下で取引を行うことが可能になりました。彼らは世界のどこからでもアムステルダム銀行に預金することができ、手形交換を通じて国際的な支払いを安全かつ迅速に行えるようになったのです。この強固な金融基盤は、アムステルダムを単なる活気ある貿易港から、世界の資本が集まる金融センターへと昇格させました。そして、その象徴ともいえるのが、アムステルダム銀行設立からわずか2年後の1611年に開設されたアムステルダム証券取引所です。ここでは、オランダ東インド会社の株式をはじめ、国債、保険契約、さらには商品先物取引といった革新的な金融商品が活発に取引され、現代の証券市場の基礎が築かれました。特に VOC の株式は、リスク分散と大規模な資金調達を可能にする画期的な金融商品であり、投資家たちは航海の成否に一喜一憂しながら、遠隔地の商業活動に資金を投じることで、莫大な利益を追求しました。時に鬱金香、つまりチューリップバブルのような投機熱が高まることもありましたが、この取引所は企業が大規模な資金を調達する場として機能し、VOC のような巨大企業の成長を支え、アムステルダムは資本主義経済の最前線を走ることとなったのです。貨幣経済が成熟する中で、資産形成の機会は一握りの富裕層だけでなく、勤勉な中流階級にも広がり、経済的自由が個人の選択肢を無限に拡大する強力な一因となりました。黄金時代のアムステルダムにおける自由主義は、活発な経済活動のみならず、思想、言論、そして宗教の分野においても極めて顕著でした。ヨーロッパ各地で宗教的迫害が後を絶たない中、アムステルダムはまさに自由の港として、プロテスタント各派、カトリック教徒、ユダヤ教徒、そして当時異端とされた無神論者さえも寛大に受け入れました。著名な哲学者であるバールーフ・デ・スピノザは、徹底した理性に基づき神学的権威に挑戦する革新的な思想を、ルネ、デカルトは合理主義哲学を、母国での思想的制約や迫害から逃れ、このアムステルダムで、誰にも邪魔されることなくその思索を深く、そして自由に深めたのです。彼らの著作は、後のヨーロッパにおける啓蒙思想に計り知れない影響を与え、近代合理主義の基礎を築きました。先進的な印刷技術の進歩と、
他の地域に比べて格段に緩やかであった検閲制度は、ヨーロッパ各地で禁書とされた数々の書物がアムステルダムで堂々と出版され、広く流通するのを可能にしました。これは、多様な思想が自由に議論され、知識が活発に交換される、まさに知的ハブとしての都市の地位を確立させたのです。アムステルダムの印刷所は、科学、哲学、文学といった分野で画期的な著作を次々と世に送り出し、その後のヨーロッパの啓蒙思想の発展に計り知れない貢献を果たしました。このように、黄金時代のアムステルダムは、経済的自由、思想、言論の自由、そして宗教的寛容が複合的に、そして相乗的に作用し、都市の目覚ましい発展と繁栄を力強く牽引しました。それは、現代の多文化社会やグローバル経済の萌芽を明確に見ることができる、極めて画期的な都市モデルであったと言えるでしょう。都市の物理的な発展も、この時代の自由主義と繁栄を雄弁に反映していました。人口の急増と商業活動の爆発的な拡大に対応するため、1613年以降、壮大かつ画期的な都市拡張計画が実施されました。それが有名な、運河リング、つまりグラハテンゴーデルと呼ばれるもので、現在では世界遺産にも登録されています。同心円状に3本の主要な運河、すなわちシンゲル運河、エーレン運河、プリンセン運河を緻密に掘り進め、その間に広大な区画を造成するという、当時としてはまさに革新的な都市計画でした。これらの運河は、単なる交通路や排水路としてだけでなく、都市全体の美観を形成する不可欠な要素となり、運河沿いには裕福な商人たちの壮麗な邸宅が軒を連ねました。これらの邸宅は、各々の商人が自らの富と成功を誇示する場であり、個人の自由な経済活動の成果を象徴していました。石造りの重厚なファサードには、交易で得た富を象徴する装飾や商家の紋章が刻まれ、その異様は都市の繁栄を物語っていました。都市の景観は、計画された美しさと、個々の住民の自律的な選択が絶妙に融合した結果であったと言えるでしょう。また、貧しい人々や病人のための慈善施設、孤児院なども手厚く整備され、当時の社会としては画期的なある程度の社会的セーフティネットが存在しました。これは、黄金時代のアムステルダムが完全に自由放任主義であったわけではなく、都市の繁栄が社会的安定と両立することを重視する姿勢を示しています。公共の秩序と安全を維持するための警察組織も発展し、市民の自由が秩序の中で最大限に享受されるよう、常に努力が払われていたのです。しかし、アムステルダムの黄金時代がもたらした繁栄と自由という輝かしい光は、同時に避けられない影をも生み出しました。オランダ東インド会社、VOC とオランダ西インド会社、WIC といった史上稀に見る巨大な貿易会社による活動は、アジアやアメリカ大陸における苛烈な植民地主義と深く結びつき、その経済的成功の一部は、非人道的な奴隷貿易によって支えられていたという、決して忘れてはならない負けの側面が存在したのです。アフリカ大陸から新世界へと強制的に連行された無数の人々は、奴隷船での過酷な旅を強いられ、カリブ海のプランテーションや南米の鉱山で強制労働に従事させられました。その計り知れない苦しみと人権の剥奪は、アムステルダムが謳歌した自由主義の理想とは、あまりにもかけ離れたものでした。富裕な商人たちの邸宅が華やかに立ち並ぶ運河の片隅では、奴隷貿易を記録する書類が交わされ、その利益が都市の繁栄に流れ込んでいた事実は、アムステルダムの歴史における深く刻まれた矛盾として存在します。これらの歴史的負債は、現代に至るまでアムステルダムが真摯に向き合い続けるべき、重い課題として残されています。近年の研究では、この負けの側面に対する再評価と、それに対する謝罪や補償の議論が活発に行われており、都市は過去の光と影の両方を直視しようと努めています。18世紀に入ると、アムステルダムの黄金時代は徐々に終わりを告げ、都市は新たな挑戦に直面します。国際貿易における新興勢力であるイギリスやフランスとの競争激化、度重なる政情不安、
そしてヨーロッパ大陸を揺るがす大規模な戦争は、アムステルダムの経済的優位性を確実に揺るがしました。特に、イギリスの強力な海軍力と産業革命による生産力の向上は、オランダの商業的覇権を脅かしたのです。しかし、この困難な時期においても、アムステルダムに深く根付いた自由主義的な気風は、社会の変化や思想の発展に柔軟に対応する形で脈々と受け継がれていきました。フランスの啓蒙思想の影響が強まる中で、市民社会における個人の権利や自由の追求は、旧来の特権階級に限定されたものではなく、より普遍的な価値として広く認識されるようになっていったのです。18世紀末に勃発したフランス革命は、アムステルダム、ひいてはオランダ全体に計り知れない大きな影響を与えました。独立を誇ったネーデルラント連邦共和国は、革命フランス軍の侵攻を受け、傀儡政権であるバタビア共和国、1795年から1806年へと変容します。これにより、長年にわたり市政を牛耳ってきた旧来の貴族や商人の下等政治はついに終わりを告げ、市民の平等や参政権といった近代的な概念が導入され始めました。その後、ナポレオンによるフランス占領下でホラント王国、1806年から1810年が成立し、アムステルダムはフランス帝国の一部となるという政治的混乱を経験しました。ナポレオン戦争終結後、1815年にオランダ王国が成立し、アムステルダムは新たな国家体制の一部としてその役割を再構築していくこととなるのです。19世紀の産業革命は、アムステルダムに緩やかながらも着実な変化をもたらしました。マンチェスターのような大規模な工場労働者が集まる工業都市とはならなかったものの、蒸気船の時代に対応するための新しい港湾施設が建設され、内陸との接続を強化する鉄道網が整備され、工業化の推進によって、都市は新たな活力を取り戻していったのです。特に、北海運河の建設、1876年完成は、大型船が直接アムステルダム港に入港することを可能にし、都市を再び国際貿易の主要拠点へと押し上げました。しかし、この時代には経済成長の陰で貧富の差が大きく拡大し、都市の裏側では貧困や不衛生な住環境といった深刻な社会問題が顕在化し始めました。運河沿いの美しい邸宅の裏手には、劣悪な住宅に押し込められた労働者階級のスラムが広がり、疾病や犯罪が蔓延したのです。これに対し、従来の個人に頼る慈善活動だけでなく、組織的な労働組合運動や社会主義思想が台頭し、より公平な社会と労働者の権利を求める声がこれまでになく高まっていきました。アムステルダムは、このような社会運動の拠点の一つとなり、自由主義の概念が単なる経済的自由や思想の自由にとまらず、社会正義や福祉へとその範囲を大きく広げていくという歴史的な過渡期を経験したのです。20世紀に入ると、第一次世界大戦、世界恐慌、そして第二次世界大戦といった世界的危機がアムステルダムにも深い影を落としました。特に第二次世界大戦中のドイツ占領は、長年にわたって築かれてきた多文化共生社会の象徴であったユダヤ人コミュニティに壊滅的な打撃を与え、その多文化共生の精神が深刻な試練に直面したことを痛ましくも示しました。約10万人のアムステルダム在住ユダヤ人のうち、実に8割がナチスのホロコーストの犠牲となったのです。アンネ・フランクの感動的な日記は、その筆舌に尽くしがたい悲劇と、何よりも自由を求める人間の普遍的な願いを世界中に伝えることとなりました。しかし、戦争の荒廃からの復興期において、アムステルダムは再びその不屈の自由主義的な精神を遺憾なく発揮しました。戦後の復興期から冷戦時代にかけて、アムステルダムは既存の価値観に挑戦するカウンターカルチャーの中心地の一つとして国際的に浮上します。1960年代のプロボ PROVO 運動に代表される若者たちの反体制的な動きは、白い自転車計画や白い煙突計画といったユニークな提案を通じて、環境保護、非暴力、
平和主義といった現代的な価値観の方がを明確に含み、既存の社会規範や権威に鋭い疑問を投げかけ、よりラディカルで根源的な自由の追求を強く主張しました。この運動は、その後の社会政策に大きな、そして永続的な影響を与えることになるのです。これらの歴史的な動きと揺るぎない精神を背景に、現代のアムステルダムは特定の分野で特に先駆的な社会政策を世界に先駆けて導入してきました。ソフトドラッグに対する極めて寛容な政策、通称コーヒーショップ制度や売春の合法化によって管理された飾り窓地区、そして何よりも世界で初めて同性婚の合法化に踏み切ったことは、アムステルダムの自由主義がいかに進歩的で、そして現実主義的であるかを示す象徴的な事例です。これらの政策は、個人の選択の自由と自己決定権を最大限に尊重し、異なる生き方や多様な価値観を持つ人々が、社会の寛容な枠組みの中で共存できることを証明するものでした。都市は、単なる歴史の遺産を守るだけでなく、常に時代の最先端で自由の定義を問い直し、それを社会システムに落とし込むことで、現代の多文化共生社会の模範であり続けているのです。アムステルダムの物語は、過去から未来へと連なる、自由を求める人類の飽くなき探求の奇跡そのものであると言えるでしょう。アムステルダムは、個人の自己決定権を最大限に尊重し、国家による介入を最小限に抑えるという、揺るぎない原則に基づいた独自の道を歩んできた都市です。この哲学は、市民一人一人が自身の人生の選択において主体性を持ち、政府はその自由を保障する役割を担うべきだという深い信念から生まれたものでした。もちろん、こうした進歩的で自由な政策は、国内外から常に熱烈な支持を受ける一方で、倫理的な側面や社会への影響に関して、激しい批判や議論の嵐を巻き起こしてきました。その象徴的な例が、ソフトドラッグに対する寛容な政策や、売春の合法化、そして世界に先駆けて同性婚を認めた法制度でしょう。これらの政策は、個人の自由と尊厳を重んじるアムステルダムの精神を色濃く反映していますが、同時に、社会の規範や道徳観をめぐる論争の敵ともなってきました。例えば、ソフトドラッグ政策は薬物乱用の助長や国際的な犯罪組織との関連を指摘され、売春の合法化は人身売買や搾取の温床になる可能性をめぐって激しい議論が交わされました。しかし、アムステルダムはこうした批判にひるむことなく、一貫して実用主義と人権尊重の精神をもってこれらの政策を推進してきたのです。それは、問題から目を背けるのではなく、現実を直視し、管理された環境下で個人の自由を保障することで、かえって社会全体の安全と秩序を保とうとする、都市独自の現実主義的寛容の表れでした。この、実用主義的寛容は、都市の歴史を通じて培われた、単なる理想論ではない、地に足のついた自由の哲学なのです。しかし、自由には常に責任が伴います。そして、その自由な政策は、観光客の爆発的な増加や、特定の社会問題の複雑化といった、新たな、そして予期せぬ課題も生み出しました。例えば、アムステルダムの魅力的な運河と歴史的な街並みは、年間およそ2000万人もの観光客を引きつけますが、この過度な観光業の発展は、都市の景観や住民の生活環境に深刻な影響を与え始めました。美しい運河沿いのアパートメントや、歴史ある建物の多くが観光客向けの短期賃貸物件へと変わり、地元住民の住む場所が失われつつあります。これにより、古くからのコミュニティが分断され、住宅価格の異常な高騰を招く、ジェントリフィケーション、つまり高級化の問題が浮上してきたのです。かつて多様性に満ちていた都市の中心部は、画一的な観光地へと変貌しつつあるという危機感も高まっています。アムステルダムは、自由の都市としての輝かしいアイデンティティを保ちつつ、これらの差し迫った課題にいかに対応していくかという、デリケートな模索を続けています。市当局は、オーバーツーリズムによる騒音、ゴミ問題、インフラへの負荷といった複合的な問題に対し、街は遊び場ではない、
という毅然としたメッセージを発信し、観光客の行動規範を促すキャンペーンを展開する一方で、観光客数を制限する具体的な施策の導入も検討しています。また、中心部の短期賃貸規制を強化し、住民が安心して暮らせる住環境を守るための努力も惜しみません。長年にわたるソフトドラッグ政策や売春合法化についても、その負けの側面を真摯に受け止め、より厳格な規制や見直しを求める声に応える形で、政策の補助調整や新たな取り組みを進めています。アムステルダムの歩みは、自由主義の概念が単なる放任主義ではなく、時代とともにその解釈を深め、拡張されてきた歴史そのものであると言えるでしょう。それは、個人の権利を最大限に尊重しつつも、それが社会全体の調和と持続可能性を損なわないよう、常に責任とバランスを問い続ける、終わりのない対話のプロセスなのです。この年は、過去の教訓から学び、現在の課題と向き合い、未来の世代のために真の自由とは何かを問い続ける、生きた実験場であり続けています。